645年、中野大江の王子と中富の鎌足が蘇我入鹿を暗殺しました。一種の変です。この政変によって国内の情勢は一気に変わり、大化の改新が進められていくのでした。はいどうも皆さんこんにちは。今回は一種の変についてお話ししていきます。この事件をきっかけにして日本は大きく方向転換をしていきますので、重要な転換期となっています。それでは詳しく見ていきましょう。時は飛鳥時代、推古天皇の政治を支えてきた戸宿の王子と蘇我馬子は2人とも死んでしまい、世代交代の時期を迎えます。戸宿の王子の息子は山城の大江王、蘇我馬子の息子は蘇我の蝦夷氏です。また推古天皇も崩御しており、皇位継承者争いが勃発します。次期天皇候補となったのは、先ほどお話しした山城の大江王と、もう一人が田村の巫女です。山城の大江王は陽明天皇の孫、田村の巫女は美達天皇の孫にあたります。ちなみに田村の巫女は蝦夷氏から見ると義兄弟です。蝦夷氏は田村の巫女を次期天皇に擁立。こうして田村の巫女が即位して除名天皇となりました。さて今回お話ししていく一種の変ですが、この事件が起きたのは除名天皇の次の天皇、皇玉天皇の頃のお話です。それではまず一種の変の中心人物となる中野大江王子と中富の鎌足の紹介から始めていきましょう。中野大江王子は除名天皇と皇玉天皇の間に生まれた子供です。兄弟には橋人の姫巫女と大海の王子がいて、腹違いの兄には古人の大江の王子がいます。これ以降2つの派閥の勢力争いとして見ていくと分かりやすいので、ここで2つの派閥を紹介しておきます。蘇我氏勢力と反蘇我氏勢力です。古人の大江王子は後に蘇我氏勢力から擁立され、中野大江王子は後に反蘇我氏勢力の中心人物となっていきます。そんな中野大江王子ですが、若い頃から皆淵の松庵という人物から学問を教わっていました。皆淵の松庵というと、小野妹子とともに隋へ留学した人物ですね。前回の動画でもお話ししましたが、この時留学した人々は日本に帰ってきて国を発展させていくのです。皆淵の松庵は隋という国が滅んで唐という国が新しく成立する様子を間近で見てきた人物ですので、国の作り方を知っている貴重な人材でした。その他にも大陸で学んできた最先端の学問や最新の東アジアの情勢を中野大江王子などに教えていたのです。そんな皆淵の松庵ですが、彼に学問を教わっていたのは中野大江王子だけではありませんでした。もう一人の登場人物、中富の鎌足も皆淵の松庵から学問を教わっています。中富の鎌足は神を祀ることを生業とする家に生まれました。新しい知識を学ぶことに貪欲な人物だったので、たくさんの知識を学んでいく中で、皆淵の松庵からも儒学を学んでいたのです。そんな中野大江王子と中富の鎌足ですが、彼らが出会った時の説話としては蹴鞠の話が有名です。ある時宝光寺、現在でいうところの飛鳥寺で中野大江王子は蹴鞠をしていました。その時蹴鞠をしている拍子に靴が脱げてしまい、それを中富の鎌足が拾って渡したのです。一方この頃蘇我氏はどうしていたかというと、相変わらず勢力の拡大を続けていました。脚色されている可能性はありますが、この頃の蘇我氏は天皇を操り人形にしようとするかのような横暴で、朝廷や皇族の権利を侵食していったそうです。さらに蝦夷氏がある時病気にかかると、勝手に息子の入鹿に大臣の位を譲ったと言われています。これは本来なら天皇によって行われることなんですが、蝦夷氏はそんなこともお構いなしで大臣を譲ったとされているのです。こうして権力を握った入鹿が暴走する事件が起こります。上宮王家滅亡事件です。上宮王家というのは戸宿の王子の血族のことです。山城の大江王は次期天皇の有力候補。入鹿から見ると邪魔な存在です。なぜなら入鹿としては蘇我氏の血を引いている古人の大江王子を次期天皇としたかったのです。山城の大江王を反蘇我氏勢力が擁立したら面倒なことになる、そう考えたのでしょう。こうして入鹿は斑鳩にいた山城の大江王を襲撃。
もちろん山城の大江能側もただやられたわけではありません。攻めてきた蘇我氏の軍勢に対して防戦しますが、力及ばず斑鳩宮は炎上。その後山城の大江能は一度生駒山に逃れて体勢を立て直そうとします。ここで側近が一度東国へと逃れ兵を集めて再戦しましょうと提案しますが、山城の大江能は自分のせいで人々に迷惑がかかることは耐えられないと言って斑鳩宮に戻ります。そして山城の大江能は后や王子と共に自殺するのでした。こうして上宮王家は滅亡し、入鹿は古人の大江の王子を擁立して権力拡大に努めていきます。これに危機感を持ったのが中野大江の王子です。山城の大江の王が亡き後、反蘇我氏勢力が擁立する可能性が高いのは中野大江の王子だったのです。次は私が邪魔者として狙われる。このままではやばい。そう考えたのではないでしょうか。しかし、誰かが権力を集めていけば、それに反発する勢力が生まれていくというのは、歴史上よく見られる出来事です。この時も、権力を拡大させていった蘇我氏に対して、反蘇我氏勢力が生まれていきます。これらの人々が、独裁に近い蘇我氏の政治を止めようとして起こったのが、一種の変です。彼らが計画したのは蘇我入鹿暗殺計画です。この計画をまとめ上げたのが中富の鎌足でした。先ほどお話ししたように中富の鎌足は中野大江の王子に接近し、水淵の昭安の塾へと通う帰り道に山の中で計画を話し合います。こうして計画を語り合った山を語らい山と呼ぶようになり、現在その場所には紅葉で有名な丹山神社があります。また中富の鎌足は蘇我倉山田の石川麻呂を仲間に引き入れようとします。名前からわかるように彼は蘇我氏ですが、入鹿や蝦夷氏などの本家に対して不満を持っていた分家の蘇我氏です。本家の奴らばかり甘い蜜を吸いやがって感じでしょうか。この時中富の鎌足は石川麻呂の娘を中野大江の王子の后にすることを条件に仲間になることを提案。この提案を石川麻呂は受け入れました。こうして暗殺計画の準備は整い、ついに計画は実行に移されます。まず白木、百済、高栗が貢ぎ物を持ってきたと言って入鹿を呼び出します。こうしてやってきた入鹿の武装を解除した上で板吹宮へと招き入れ、石川麻呂が上表文を読み始めたことを合図に襲撃するという計画でした。しかし石川麻呂が上表文を読み始めてもなかなか計画が実行されません。理由は刺客として送り込んだ人々にありました。実行寸前に腰が引けてしまい、なかなか突入しなかったのです。こうなると不安になるのは石川麻呂です。まさか計画がバレたのか。そう思い上表文を読む声が震えてきます。これを不審に思った入鹿はなぜ震えているのかと問いかけますが、天皇の前で恐れ多いのですと言ってなんとかごまかしました。その時です。なかなか動かない刺客たちを押しのけて中野大江の王子と中富の鎌足が突入。入鹿に切りかかり、入鹿は倒れ込みました。皇玉天皇は一体何事かと問いますが、中野大江の王子は入鹿は行為を傾けようとしていますと事情を説明。これを聞いた皇玉天皇は奥へと下がっていきました。こうして入鹿の首ははねられて、その遺体は庭に捨てられるのです。その後入鹿の遺体は蝦夷氏の館へと送られて、もはやこれまでと覚悟を決めた蝦夷氏は次の日に自殺するのでした。さていかがだったでしょうか。一種の変の舞台となった板吹宮跡、ここから約1キロ北に行ったところに飛鳥寺があります。その近くには入鹿の首がここまで飛んできたという伝説が残る入鹿の首塚があり、今も多くの人々がここを訪れています。こうして一種の変により蘇我氏の本家は滅亡し、中野大江の王子と中富の鎌足が主体となって政治改革を行っていきます。これが大化の改新です。ということで次の動画では大化の改新の始まりについてお話ししていきます。それではまた次の動画で。